私たちは映像にもあった通りですね、Grow with Green 環境で成長するというテーマを掲げて、製品サービス作りに取り組んでおります。寺岡は、流通小売りの、現場を支える技術を通じて社会や環境に貢献することを目指しております。Grow with Green、私たち寺岡は、環境社会課題の解決に貢献し、お客様と共に成長していきます。Good for environment 環境に優しい、Good for people 働く人に優しい、Good for business ビジネスとしても成長する、この3つの考えのもと、日々の企業活動を行っております。事業分野としましては、スーパーマーケットなどの流通小売業、流通小売をはじめ、食品製造加工、製造物流、飲食専門店、大きく分けると4つの分野で、ビジネスを展開し、またですね、リモート監視サービスやクラウドサービスなど、常にお客様のサポートを行う体制を整えております。冒頭申し上げた Grow with Green では、CO2 削減、ゼロウェイスト、フードロス削減、脱プラスチックなど、持続可能な社会の構築のために環境問題を意識した製品開発、販売を行っております。例えばですね、こちらの写真にあるように、リユース容器、これを持参してお客様自身が自分の好きな分だけ商品を購入できる、こういった量り売りの仕組みは、容器包装によるですね、ゴミ削減をしながら食べ残しによるフードロス削減にも貢献できる取り組みとして近年さまざまなお店で広がってきております。で、寺岡の取り組みは実はこの万博会場でもいくつかご活用いただいております。で、こちらですね、寺岡の取り組みをまとめた簡単なビデオがございますので、ご覧ください。実は寺岡、このデジタルスシロービジョン、実は寺岡が作ったよ。そしてお会計の時のセルフレジ、これも実は寺岡。寺岡は他にも新鮮さが長持ちする包装も、ペットボトル回収機も実は寺岡。あなたの近くにも実は寺岡。ペットボトル回収機と話しましたが、セブンイレブン様はじめ全国で5000店舗以上のお店で設置させていただいております。で、サーキュラーエコノミーを下支えする質の高いきれいなペットボトル回収を実施しています。で、回収したきれいなペットボトルは飲料容器や食品の透明トレーなどにリサイクルされ、海洋プラスチックごみにはならずに海の豊かさを守る取り組みとしてさまざまなご活用をいただいております。で、また下の写真にあるように子どもたちが楽しんで手軽にリサイクルに参加できる入り口としてペットボトル回収機は全都道府県に今広めさせていただいております。で、本日のトークセッションのテーマになりますが、毎日のお買い物から海の豊かさを守るというものになります。で、本日は、流通小売の観点でそうした取り組みを実際に地域のお客様とともに、取り組んでおられる企業様を、ゲストとしてお迎えし、そのリアルな声を、直接皆様にお届けしたくトークセッションを企画いたしました。皆様にもぜひですね、地域現場で起きている変化を一緒に感じ取っていただければ幸いです。私ども経営のビジョンとしては、日本一買い物に行きたい店舗を目指しながら、日本一働きたい会社も目指すと、これを両輪にしてですね、ビジョンといたしております。そして経営理念は本文は長くあるんですけれども、ポイントとしましては本日記載をしております通り、正しい商品を販売したいと。
正しいサービスで正しい価格でそれを提供したいという正しさを追求するというところを経営理念としておる会社でございます。169店舗の、店舗マッピングですけれども、ご覧いただきました通り近畿に店舗を展開している会社でございます。関西の企業ですので、関西の方が好まれる売り場や売り方や商品や味やということを常に心がけて展開をさせていただいております。今日は環境に関してのお話ということで、ペットボトルの回収循環やですね、その現場での状況でございましたり、ペットボトルの回収以外の取り組みですとか、本編のフリートークの時にですね、できる限り皆様の参考にしていただければということで触れてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。杉薬局グループは、先ほど35社というお話をしましたが、地域の大体半径 1.5 キロから2キロぐらいにお住まいの方々に対してゆりかごから墓場までってこともあるんですけど、お生まれになられてからお亡くなりになられるまで、いろんなやはり健康ステージがあると思うんですが、それぞれの健康ステージで健康に関することは何でも提供しようという形でトータルヘルスケア戦略というものを、今推進しております。5つのまずテーマを決めてですね、16個の重要課題を、特定をしました。杉にとって重要なこととですね、社会にとって重要なことをプロットして、一つ一つ対応していこうという形でまず課題設定をさせていただきました。で本日はですね、この課題の中でも地球環境への貢献という部分で、少し紹介だけさせていただきますと、こちらは、まずはお店の、上にですね太陽光パネルを置くような形だったり、下はオフサイト PPA という形で店の上だけだとやはり、足りないものですから発電所を作って、なんとかお店に、電線通して、再エネを入れるというような形で今なんとか脱炭素に向けてですね努力をしているところでございます。でそれ以外に本日のテーマ海の豊かさということで、やっぱり当社が販売しているプラスチックに関わるものをなんとか回収してですね、回収拠点の役割をまずできるかなということで、今左から寺岡聖子さんもねボトルスカッシュで、真ん中がお薬シートですよね。薬のシートもアルミとプラで、合材みたいになってるんですけど、あれもなかなかリサイクルは難しいようで、これも少し、チャレンジをし始めているお薬シートの回収とかですね、こちら 3M 社様と今やってるスポンジ回収してアップサイクル、水平リサイクルはちょっとできないんですけど、アップサイクルという形で、やってます。実際に、ペットボトル回収機、導入された後にですね、お客様であるとか従業員様からですね、どのような反応があったかと、例えばお客様、杉ホールディングス様ですとポイントがついて嬉しいよとかですね、万代様で苦労されてた従業員様が、袋交換楽になったよとかですね、そのようなご意見があれば、ぜひ、お二人にお伺いしたいと思います。またできればですね、経営とかビジネス面、こういったところで何か、良い反応があったとかいうご意見もあれば、ぜひお伺いしたいと思います。環境に良いということは社内で、それはいいよねという話になるんですけども、それなりのお値段もしますし、ボトルスカッシュもそうですね。なんで、そういう意味で言うとはいえポイントもつけていくと来店促進効果みたいなものが仮説で立つんじゃないかなみたいなところは、実は検証しようというところで、まず、最初は本当1店舗だけで、やってみたんですけど、実際やっぱり、来店促進効果も出て、で、1人当たりの本当に買い上げ、1ヶ月買い上げ金額みたいなものがやっぱ上がりましてですね、で、これはウィンウィンじゃないとやっぱり SDGs って持続可能な取り組みじゃないとやっぱりやっちゃいけないよねって話もしてまして、当社にとっても良いしっていうところがまず1個出たのと、当然お客様にとってみるとありがたいと、自治体によってはかなりばらつきがありまして、本当に1週間全然回収できないとか、どんどん1ヶ月ぐらいできない自治体もあるのかもしれないですね。
なんで近くの杉薬局にそういう回収拠点があれば、ついでに買い物に行くしという形で、ちょっと本当わずかながらですけどポイントつくしというので、喜んでもらったっていうのはまずあります。来店促進もあるし、社会にも役立ってるしというところの中で、そういう声が出ながら今やっているところでございます。環境貢献にですね、取り組んだことが企業負担になってしまうというと、企業としても本当持続可能じゃない、取り組みになってしまいますので、やっぱり環境社会に貢献しながらしっかり、企業としての、利益、こういったものにつなげて、それを両立するというのが本当サステナブルな、取り組みとして非常に大事だと思いますし、杉ホールディングス様、万代様、どちらも、それを実現できているんじゃないかなというふうに思っております。海の豊かさを守る、これについて、小売業としてできることについて、お話をお伺いしたいと思います。いかに手間やコストがかかっても日々たくさん来店されるお客様のために、そういう回収ステーションとしての役割は強い意志を持ってですね展開していきたいと思いますし、加えて我々の商売お店というのは結構来店頻度の高いお買い物の場所を提供させていただいておりますので、その売り場の中でさまざまな仕掛けがですねできると考えています。物理的に回収拠点でありたいというで、それをいろんな合理化を進めながら継続維持していくということに加えて、環境貢献につながる活動がいろいろとできるという情報に関しては諦めずに細く長くの考え方でですね発信していきたいなと。店内はそういった情報の発信のツールはすごく溢れているのがスーパーですので、そういった情報や問題に関しても定義をし続けたいなというふうに思っております。で、私たちですね寺岡もグローウィズグリーンの考えのもと、今後も皆様と共にですね、環境社会に貢献できる製品作り取り組みというのをしっかり進めていきたいと思います。ぜひですね、今日お集まりいただいた皆様も含めてですね、今後も一緒にご協力いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。